今回の深掘り旅は、東海道53次の宿場巡りシリーズ。日本橋から18番目の宿場、江尻宿を深掘り解説。解説役は、僕、やっち。僕、スクッチは聞き役です。それでは、旅ロボの深掘り旅スタート。旅ロボの、深掘り旅。やってきたのは、静岡県静岡市清水区にある、辻バス停。日本橋から18番目の宿場、江尻宿巡りはここからスタート。一つ前の興津宿からだと、清見寺前バス停から約10分。JR 清水駅も近いから、電車で来るなら JR 清水駅から歩くことができる。江尻宿があったのは、静岡県静岡市清水区。だいたい地図の赤丸のあたりに江尻宿があった。今歩いているのは国道1号線で、旧東海道は右に一本入ったところにある。この先に見えてる歩道橋で国道1号線を渡って、江尻宿があった旧東海道に向かう。ここで、東海道53次の宿場巡りのルールを紹介。日本橋から京都方面に向かいながら、宿場を巡る。見つけ、本陣、脇本陣、問屋場、考察場は見る。宿場間は公共交通機関を使って、そのルートがわかるような動画にする。ルールの詳しい説明は品川宿の動画にあるので、概要欄のリンクから見てください。案内看板に清水駅が出ていますね。清水駅から江尻宿の江戸方見附跡までは、徒歩で約7分の距離らしい。辻バス停からだと徒歩で約6分。清水区辻一丁目って書いてある歩道橋を渡る。歩道橋で国道1号線を渡ったら、目の前にある路地を左に曲がる。この先で交差する道が旧東海道。こっちが江戸、日本橋方面。こっちが京都方面。最初に行くのは、考察場跡と一里塚跡。地図の青い線が旧東海道で、赤い点と赤い点の間に江尻宿があった。考察場跡と一里塚跡は、地図の赤丸のところにある。ここには、考察場跡の解説がある。でも、ここは江戸方見附跡より江戸川、日本橋側。この解説にもあるように、ここは辻村の考察場跡で、その考察場は一里塚の前にあった。後ろを振り返ると、一里塚跡の解説がある。その解説によると、この一里塚は、江戸、日本橋から42番目とのこと。東海道文献のベースには、しっかりと考察場と一里塚が描かれてる。でも、江戸方見附跡の場所は示されてない。ここから京都方面に行くと、江戸方見附跡の解説があるから、そこが江戸方見附跡ってことなんだと思う。そう思って撮影してきたけど、もしかしたら間違ってたかもしれない。その話の前に、考察場の説明をしておく。考察場は、掟やハットを掲げておくところ、令和7年、2025年6月時点で、辻村の考察場跡は民家、一里塚跡は民家と駐車場になってる。これは、事前の調べで参考にした江尻宿の地図だけど、江尻宿東木戸跡より東側に考察場跡がある。宿場の外側にある考察場だから、江尻宿の考察場は別にあったってことなのかもしれない。でも、この地図にある考察場跡はここだけ。この地図が東海道文献のベース。わかりにくいけど、赤丸のところに考察場の絵が描かれてる。それがこの場所ってことらしい。実は、東海道文献のベースには、江尻宿の中に考察場が書かれてる。ということは、ここは江尻宿内の考察場ではないってことなのかもしれない。さっき見た東海道文献のベースには、考察場があるところに辻村って書いてある。調べたところ、辻村は江尻宿の宿付きだったらしい。宿付きは、宿場の一部として業務を直接負担した村のことみたい。宿の負担を軽減するための家宿とは違うみたいだけど、詳しいことはよくわからなかった。
辻村が宿付きだったこともあって、考察場が設置されてたのかもしれない。そう思ったけど、ちょっと違うような気もする。どういうことですか？東海道文献のベースをよく見てみると、考察場よりも東側に、辻村地内って書いてあるところがある。その近くに江尻宿って書いてあって、江尻宿の下に1文字あるけど判別できない。そこに棒軸井と思われるものがあって、棒軸井かもしれない文字も書かれてる。棒軸井は品川宿の動画にも出てきたけど、境界を示す標柱のこと。それが本当に棒軸井なら、そこが江尻宿の内と外の境界ということになりそう。つまり、江尻宿の江戸川、日本橋側の出入り口、江戸方見附は、もっと江戸川、日本橋側にあった可能性があるってこと。地図で確認してみる。普通に調べると出てくる江戸方見附跡は、青丸で囲った赤い点のところにある。東海道文献のベースの棒軸井らしきものは、赤丸のところにある。考察場跡の位置を入れてみると、こうなる。赤丸のところが江戸方見附跡なら、考察場跡は江尻宿の中になる。ちなみに、東木戸跡の解説は、令和7年、2025年6月時点でなくなってる。宿場巡りでよく参考にしてるサイトでは、江戸方見附跡は考察場跡より京都側になってる。その場所が、解説があった場所。何が正しいかわかんないけど、今回の動画では、解説があった場所を江戸方見附跡として進めようと思う。次は、江戸方見附跡。江戸方見附跡は、地図の赤丸のところにあったかもしれない。以前は、右側の駐車場のところに建物があって、そこに江戸方見附跡の解説があったみたい。平成27年、2015年1月のストリートビューには、江戸方見附跡の解説が映ってる。でも、その次の平成28年、2016年11月のストリートビューでは、建物はあるけど解説はなくなってる。令和7年、2025年6月時点で、江戸方見附跡は駐車場と民家になってる。見附は、見張りの万兵を置いた軍事施設のことで、赤坂見附とかはその名残。検索すると出てくるけど、江戸方見附跡の解説には、江尻宿東木戸跡って書いてある。宿場の出入り口、見附には木戸があって、東側の木戸だから東木戸ってことらしい。江戸方見附は、江戸川の見附って意味。両方とも同じところを指してるけど、このシリーズでは江戸方見附跡に統一しようと思ってる。さっきの場所に江戸方見附があった根拠は、以前に解説があったからということですよね？そうだね。東海道文献のベースの棒軸井らしきものが棒軸井なら、江戸方見附は別の場所にあったことになる。江尻宿の範囲が拡大して、江戸方見附の場所が移動した可能性もあるし、詳しいことを知ってる人がいたら、コメントで教えてくれると嬉しい。この蔵と古い建物が何なのかわからないけど、江戸時代の雰囲気を残してる建物のような気がする。宿場はこういう建物が突然出てきたりするので、面白いですよね。宿場巡りをしてなかったら、そこまで気に留めずに通り過ぎてそうだけどね。そうですね。宿場巡りをするようになってから、古い建物とかを見ると、そこがどんな場所だったか気になるようになったんだよね。地名とかにも反応するようになったし、勝手に想像して楽しんでる感じですよね。そうだね。江戸方見附跡から次の場所まで距離があるから、江戸方見附跡に興味がないなら行かなくてもいい気もする。次の場所から宿場巡りをするなら、JR 清水駅からが近い。興津宿からだと使えないけど、静鉄の新清水駅が一番近い駅になるみたい。江戸方見附跡からしばらくまっすぐ進んで、旧東海道は右に曲がる。歩道に矢印があるから、それを目印にするといいと思う。右に曲がると、歩道に屋根がある通りになる。次は、沖縄脇本陣跡。沖縄脇本陣跡は、地図の赤丸のところにある。沖縄脇本陣跡は、その場所を示すものはない。でも、
この辺りに沖縄脇本陣があったらしい。令和7年、2025年6月時点で、沖縄脇本陣跡は、捜索登記平野屋になってる。脇本陣の脇は、予備のことで、本陣が使えない時に、脇本陣が使われてた。本陣については、本陣跡のところで説明しようと思う。沖縄脇本陣跡の蓮向かいには、見覚えのある何かがある。これは、江尻宿の案内。他の宿場にも同じものがあったから、形を見ただけでわかってしまう。沖縄脇本陣跡の目印にもなるから、江尻宿巡りをするなら、覚えておくといいと思う。江尻宿の重要な施設は、この通りに集中してる。宿場の出入り口とかに興味がないなら、この通りを歩くだけで江尻宿を満喫できると思う。東海道53次の宿場巡りシリーズでは、宿場を全部見ていくことにしてるから、京都川の出入り口まで歩いてく。次は、羽本陣跡。羽本陣跡は、地図の赤丸のところにある。羽本陣跡も、それを示すものは何もない。それもそのはずで、羽本陣があった場所は、今は道路になってるらしい。このメガネの春田に向かって右側の道路のところに、羽本陣があったとのこと。この道路は柳橋に繋がってるから、柳橋も目印になる。令和7年、2025年6月時点で、羽本陣跡は柳橋に続く道路になってる。本陣は、大名などが泊まる宿のこと。次は、府中や脇本陣跡。府中や脇本陣跡は、地図の赤丸のところにある。羽本陣の向かいあたりに府中や脇本陣があった。令和7年、2025年6月時点で、府中や脇本陣跡は杉山洋品店になってる。柳橋に繋がる道路あたりだと勘違いして撮影したけど、その道路の江戸川、日本橋側に府中や脇本陣があったらしい。府中や脇本陣跡も、それを示すものは何もない。羽本陣跡と府中や脇本陣跡を京都側から見ると、こんな感じ。解説とかがないのは残念だけど、場所はわかりやすいと思う。次は、大竹や脇本陣跡。大竹や脇本陣跡は、地図の赤丸のところにある。大竹や脇本陣跡も、それを示すものは何もない。でも、この場所に大竹や脇本陣があった。令和7年、2025年6月時点で、大竹や脇本陣跡はセブンエビスの駐車場になってる。羽本陣、府中や脇本陣、大竹や脇本陣について調べたけど、詳しい情報を見つけることができなかった。どこかに資料は残ってるのかもしれませんが、素人が調べるには限界がありますからね。詳しいことがわかれば、宿場巡りももっと面白くなるのにね。次は、寺尾本陣跡。寺尾本陣跡は、地図の赤丸のところにある。寺尾本陣跡には、立派な石碑が立ってる。明治天皇安西所跡でもあるから、立派な石碑と解説があるのかもしれない。解説によると、江尻は、巴川の尻、下流を意味するらしい。寺尾家は今川氏の家臣だったけど、今川氏滅亡後に武田氏に仕え、姓を寺尾にしたとのこと。武田氏滅亡後に、この江尻に移住したみたい。寺尾本陣の建物は、第二次世界大戦の空襲で焼けてしまったらしい。令和7年、2025年6月時点で、寺尾本陣跡は駐車場になってる。次は、橋本本陣跡。橋本本陣跡は、地図の赤丸のところにある。寺尾本陣跡の蓮向かいに、橋本本陣跡がある。でも、それを示すものは何もない。令和7年、2025年6月時点で、橋本本陣跡はマンションになってる。
橋本本陣跡から少し行ったところに、江尻宿案内板がある。旧東海道がどこなのかはわかりやすくなってるけど、今回の宿場巡りではあまり役に立たない地図な気がする。本陣とかの場所もあったらよかったんですけどね。本陣とかの場所を知りたかったら、隣にある解説の地図が役に立つ。この解説によると、江尻宿は、入江町の木戸から辻村の木戸まで、約 2km だったらしい。Google マップで調べてみると、これから行く上方見附跡から、最初に見た考察場跡までは、約 1.8km。棒軸らしきものがあったところまでは、約 2.3km。この動画で江戸方見附跡にしてるところまでは、約 1.6km。全部距離が合わないんですね。そうなんだよね。東海道文献のベースの棒軸らしきもののところが、江尻宿の江戸方見附って考えた方がいい気がしてきた。ただ、さらに東海道文献のベースをよく見ると、東木戸跡のところに番屋らしきものがある。番屋は西木戸、上方見附のところにもあるから、東木戸、江戸方見附はその場所だったのかもしれない。はっきりさせたかったから、Google 検索の AI モードで議論してみた。結論としては、行政上の境界が棒軸で、宿場の街並み的な境界が東木戸跡って感じ。だから、東木戸、江戸方見附は、宿場の街並み的な境界のところにあったってこと。結局はどういうことですか？行政的な江尻宿があって、その内側に防衛する必要があるところがあったって感じかな。防衛する必要があるところが、木戸、見附の内側だったっぽい。行政上の江尻宿は棒軸のところから始まってるけど、江戸方見附は東木戸跡のところにあったってことだと思う。江戸方見附跡としては、東木戸跡で合ってるということですね。東海道文献のベースの番屋らしきものを根拠にするなら、それで合ってるってことになると思う。次は、問屋場跡と考察場跡。問屋場跡と考察場跡は、地図の赤丸のところにある。旧東海道はここで左に曲がる。この道の角のところ、京都方面に向かって右側に、問屋場と考察場があった。この考察場跡が江尻宿の考察場だったんだと思う。東海道文献のベースによると、この2本の道はなくて、T 字路になってたらしい。令和7年、2025年6月時点で、問屋場跡と考察場跡は民家っぽい建物と道路になってる。京都方面に向かって右側を歩いてくると、旧東海道を示す矢印がある。この辺に問屋場と考察場があったけど、それを示すものは何もない。最初の考察場後でも説明したけど、考察場は掟やハットを掲げておくところ。問屋場は、大名などの荷物運搬、幕府公用の書状等の通信、大名行列の宿泊の手配などを担ってた。ここを左に曲がって進んだ先に、江尻宿木戸跡の碑がある。直進方向の細い道を行くと江尻城跡がある。江尻城は、永禄12年、1569年に、武田信玄によって築かれたとのこと。慶長6年、1601年に廃城になってるから、宿駅天満制の開始と同じ年に江尻城がなくなったことになる。ちなみに、JR 清水駅は江尻駅として開業したらしい。カッパ？この橋は巴川に架かる稚児橋だけど、カッパが関係する由来があるみたい。慶長12年、1807年に徳川家康の命で、巴川に橋が架けられた。その橋は、江尻宿にちなんで江尻橋と命名される予定だった。渡り初めの日、事前に選ばれた老夫婦が橋を渡ろうとすると、川の中から一人の子供が現れた。その子供は橋脚を登り、入江方面へと消え去った。この出来事があって、江尻橋ではなく、稚児橋と命名されたと言われてるとのこと。その不思議な子供は、巴川に住むカッパだったとも語り継がれてるらしい。だから、稚児橋で、カッパなんですね。そういうことみたい。稚児橋を渡った先、入江川には、カッパの腰掛け石と呼ばれる石があるみたい。動画編集中に知ったから、映像がないのが残念だけど、さらに調べてみたら、和菓子屋の完成者で、江尻カッパせんべい、江尻カッパのへってお菓子が買えるらしい。他にも、カッパまんじゅうとか、カッパドラ皮付きソフトがあって、それ目的にまた江尻宿を訪れてもいい気がしてる。次は、川考察跡。川考察跡は、地図の赤丸のところにある。
千穂橋を渡った先の右側に、以前は船考察の開設があったらしい。今はマンションの駐車場になってるところに塀があって、その塀の前に開設があったみたい。平成28年、2016年11月のストリートビューには、船考察の開設が映ってる。東海道文献のベースを見ると川沿いの道はなく、その道のあたりに川考察が描かれてる。令和7年、2025年6月時点で、川考察跡は道路とマンションの駐車場になってる。船考察と川考察、どっちなんですか？解説では船考察ってなってたみたいだけど、東海道文献のベースには川考察って書いてある。だから、ここでは川考察って呼ぶことにした。川考察は、船に関する規則などを掲げたもの。江尻宿の上方見附跡は、ここから300メートル先にあるらしい。京都方面に向かって右側を歩いていれば、旧東海道を示す矢印があるから、間違えることはないと思う。交差点名を撮影し忘れたけど、ここは入江二丁目交差点。旧東海道は、入江二丁目交差点を右方向に進む。この道をまっすぐ行くと、右側に上方見附跡がある。途中に案内もあるから、安心して進めると思う。次は、上方見附跡。上方見附跡は、地図の赤丸のところにある。江尻宿の上方見附跡には、江尻宿木戸跡って書かれた石碑が立ってる。東海道文献のベースには石垣のようなものが書かれてて、そこに見附があったことがわかるようになってる。おそらく木戸もあったから、木戸跡ってなってるんだと思う。このシリーズでは上方見附跡に統一しようと思ってる。令和7年、2025年6月時点で、上方見附跡は、竹村フォトと、セイラ杉山になってる。杉陣の手前がセイラ杉山。こっちが京都方面。次の府中宿に行くには、旧東海道を江戸、日本橋方面に戻る。上方見附跡の目印としては、新内科クリニックの方がわかりやすいかもしれない。さっき交差点名を撮影し忘れた、入江二丁目交差点まで戻ってきた。上方見附跡から来て、この交差点を右に曲がる。ここで江尻宿の旧東海道とはお別れ。この道をまっすぐ進むと、静鉄の入江岡駅がある。上方見附跡からは徒歩で約7分。入江岡駅から電車で約18分の春日町駅で下車。春日町駅から徒歩で約3分のところに、次の府中宿の江戸方見附跡がある。ここが入江岡駅。ちょっと変わった駅舎だから、鉄道系の YouTube とかで見たことがある人もいると思う。建物に入ってすぐに自動改札と券売機がある。ということで、東海道53次の宿場巡りシリーズ、江尻宿はこれで終わり。次の府中宿の動画も見てくれると嬉しいです。それでは、また別の地でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価で、僕たちの旅を応援してくれると嬉しいです。